皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中国とインドの緊張関係について取り上げていきます。今世界は新型コロナウイルスの影響によりかなり世界政治そのものについても流動的になっています。その中においても一つの方向性として明らかなのが米中の新冷戦構造に向かって着々と事態は動いているということです。そういった状況下においてアメリカを中心とした国々が対中国包囲網を形成する場合においてインドというのは非常に欠かせない存在です。しかしインドは今様々な危機の渦中にいます。そのような状況下で中国との国境においては中国軍による圧迫が強まっています。それでは両軍の兵士250人による乱闘になったという話やインドに襲来するバッタの大軍などの話についても見ていきましょう。中国軍5000人が実効支配線を越えインドが直面する中国の覇権主義。新型コロナウイルス禍の陰で中印国境の緊張が高まっている。両軍兵士が殴り合う事件が相次いで発生したほか、中国軍が実効支配線 LAC を越えてインド側に侵入する事例も増加。伝統的に両軍が自制しながら向き合ってきた中印国境だが、中国は南シナ海と同様の覇権主義をこの地域にも採用し始めており、インド側は神経を尖らせている。相次いだ両軍殴り合いの乱闘。緊張が高まる契機となった両軍の乱闘は5日に北部の連邦直轄市ラダックで、9日に北東部シッキム州で相次いで発生した。ラダックの事件では約250人の中国とインドの兵士が素手や棒で殴り合い、両軍計100人以上が負傷。シッキム州でも双方の少なくとも10人が負傷した。インド陸軍は攻撃的な行動があり、双方に軽傷者があったと述べた上で、2つの事件に直接の関わりはなく、それぞれ別個に発生したと説明した。衝突をめぐり、中国外務省の張報道官は会見で、国境を越えたインド側の違反行為には毅然と対応すると述べた。一方、インド外務省は、インドの活動はすべて実効支配線からインド側にあると反発。双方の意見は対立している。双方に横たわる消えない火種。中印は1968年の中印国境紛争などを経て、インドの北東部や北西部に双方の実効支配地域を抱える。ヒマラヤ山脈の一部など高高度地帯が多い。事実上の国境にあたる実効支配線は約3500キロにわたっており、消えない火種であり続けている。近年では2017年夏、中印とブータンが接するドクラム地区で、両軍が2ヶ月半にわたって対峙し、緊張が急速に高まったこともあった。2018年4月に中国の習近平国家主席とインドのモディ首相の非公式首脳会談において双方の緊張緩和で合意したが、火種はなおくすぶり続けている。双方は事態をエスカレートさせないよう自制が働いているとされる。今回の2つの件もあくまで殴り合いであり、銃器や刃物を使ったわけではない。米紙フォーリンポリシーの分析によると、1975年以降、境界線を越えて銃弾が発砲されたことはなく、大規模な戦闘に発展することはないということが広くコンセンサスとなっているという。相次ぐ中国の実効支配線越え侵入。インドの英字紙インディアンエクスプレスによると、2019年に中国軍が実効支配線を越えてインド側に侵入した回数は計663件で、2018年404件から200件以上増加した。ラダックがある西部では 75%、シッキム州に近い東部では 55%、それぞれ上昇している。地元メディアは、ラダック近郊の5カ所で、今年4月下旬以降、計5000人以上の中国兵が実効支配線を越えたと報じている。中国側は大型車両で移動し、柵を作るなどの行為に出ているという。偶発的に越えたのではなく、組織として軍を動かしている可能性を示唆するものだ。5月以降は銃器も確認された。インド側も警戒を強めている。実効支配線近くのパトロールを強化しているほか、中国を念頭にインフラ開発を進める。新型コロナ批判で強い国アピール。こうした中国軍が実効支配線を超える覇権主義的な動きは、中国公船が他国の排他的経済水域 EEZ への侵入を繰り返す南シナ海情勢ともオーバーラップする。アメリカ国務省のウェルズ筆頭副次官補は20日、南シナ海であろうと、中印国境であろうと、
私たちは中国の挑発行為や不穏な行動を目撃していると発言し、中国側の動きを批判した。南アジアの情勢に詳しいアメリカハドソン研究所の長尾研究員は、中印国境や南シナ海での中国の動きについて、中国は新型コロナの発生源として批判が高まりつつあり、いかに強い国であるかということを対外的に示す狙いがあると分析する。その上で、モディ政権が重視する日米豪印の枠組みについて触れ、中国にとってインドが日米豪に接近するのは目障り、直接国境を接するインドに揺さぶりをかけている可能性もあると話している。作物食い尽くすバッタの大群、ドローンで追跡、殺虫剤散布。インドの西部と中部に襲来したバッタの大群が1993年以来最大の被害を農作物に与えており、当局は26日、ドローン追跡などを用いた対策強化に乗り出した。バッタはすでに約5万ヘクタールの農地に打撃を与えており、その追跡と殺虫剤散布のためにドローンやトラクターなどの車両が派遣されている。AFP の取材に応じた政府のバッタ対策機関幹部、グルジャール氏によると、ラジャスタン州とマディアプラディッシュ州で8から10の大群がそれぞれ1平方キロ四方にわたって活動している。バッタは両州の農作物に甚大な被害をもたらしており、新型コロナウイルス流行による厳格なロックダウン、都市封鎖ですでに苦境にある多くの農家に打撃を与えている。国連食糧農業機関 FAO によると、400万匹のバッタの群れ一つで3万5千人分の食料に匹敵する作物を食べてしまうという。FAO によるバッタの群生地及びその進行予測です。アフリカの角、ホーン・オブ・アフリカと呼ばれるアフリカ北東部から襲来したこのバッタの大群は、4月に隣国パキスタンの農業地帯を壊滅させた後、ラジャスタン州に侵入した。6月にはさらに大きな被害が予想されると当局は警告している。国連によると、今年はアラビア半島における大雨とサイクロンにより、かつてないほど大量のバッタが繁殖し、群れの規模が急速に拡大したという。今回ニュース記事としては、バッタの襲来というものをお伝えしたわけですが、現在インドを取り巻く大きな災厄は3つあります。まず第1は新型コロナウイルスによる被害拡大。そして第2はそれに伴う経済的な危機。そして3つ目は自然災害です。新型コロナウイルスの被害という面においては、インドは感染者数が15万人、死亡者については4000人ほどになっています。感染者数は多いものの、命を落とした割合というのは、欧米に比べれば少しはマシなわけですが、インドでは厳しい都市封鎖を行った関係で、経済的な危機というものが訪れようとしています。そして3つ目に挙げた自然災害ですが、今回取り上げたバッタというのは一つの例に過ぎません。インドはこれから雨季に入ります。大きな台風というものがすでに一度やってきており、今年も大きな台風というものが何度もやってくるかもしれないという、そうした自然災害は避けられません。そしてこの台風によってもたらされる大量の雨というものが、洪水やもしくは今回紹介したバッタの大量発生をさらに増殖させる危険性があるのです。しかもこの問題で非常に厄介なのは、インドに入ってきたバッタをいくら駆除したとしても、お隣のパキスタンがこの駆除というものに失敗しており、何度駆除してもパキスタンから次とやってくるという非常に悪い循環が進もうとしていることです。インドがこのような様々な危機に見舞われている一方で、中国はこれに比べるとはるかに被害は少なくて済んでいます。そもそも自然災害には関係ありませんし、新型コロナウイルスによる影響というものもいち早く終わったと言える状態だからです。そしてインドと中国を比較した場合、中国はインドよりもより早い時期から経済的な成長を成し遂げており、軍事費の増大というのも圧倒しています。中国の軍事費は20兆円に達しようとしています。しかもこの20兆円というのは兵器の開発費などを含まないものであり、実際はもっともっと多いという指摘もされています。このような状況もあって中国は東アジア、東南アジア、そしてこの南アジアにおいても自分たちの勢力を拡大しようと試みているのです。そして冒頭の記事で伝えたように、両軍の兵士が殴り合いをしているというのは、いわば奇跡的な出来事だとも言えます。両軍の兵士がこのように睨み合いではなく実際に
乱闘に発展しているような状況にあって、双方がどちらも銃器を使わないというのが、私はその点については非常に珍しい話だと思います。最初このニュースを聞いたとき、以前のニュースなども検索して本当に殴り合いで済んでいるんだろうかというふうに思ったわけですが、記事の中で紹介されたように、実際に銃器の発砲などはないようです。かなり不思議な話ですが、これが事実とすれば、両軍の現地の将校などが抑えている部分があるのでしょう。しかし、両軍の兵士のうちのどちらかが仕返しのために銃器を持ち出したとすれば、この関係というものはすぐに終わって両軍が緊張関係を高めることは疑いようがありません。そして、領域を拡大しようとしているのは、やはり中国の側です。中国の側がたびたびと侵入しており、それによってもたらされたのが両軍の兵士の乱闘騒ぎだったわけですが、南シナ海で起こっていることを例に考えれば、中国側がより前線に何か建物を建ててそこに居座るようなことが起これば、その地域における実効支配を強めるようになるでしょう。中国側がたびたび侵入していることからもわかるように、中国側は明らかにインドを格下に見ています。しかし、そのような扱いを受けていたとしても、インドとしては今中国とことを構えたくはないでしょう。新型コロナの蔓延は国民の不安をかき立てますし、同じように被害者も出してしまいます。そして、この新型コロナウイルスの影響によって引き起こされた経済危機というものは、貧富の差が激しいインドにおいては、多くの人々の生活基盤を簡単に破壊してしまいます。そのようなことが起これば当然のように政権与党の支持率は低下し、国内政治は乱れてしまいます。他の国のことをどうこう言う前に、まず国内を統一することに力を注がなければならないような状況になるのです。本日2020年5月28日、中国の全人代では香港に対する国家安全法が採択されました。これは香港の一国二制度、自治の終わりの始まりを意味する出来事です。これに対してアメリカは対中制裁といったものを各国に呼びかける動きを見せようとしています。その中にインドの姿はないかもしれません。もともとインドはこの地域における大国としてアメリカの意のままに動くような国ではありません。その上国内が乱れていてはますます中国とことを構えるリスクを冒したくはないでしょう。私は米中の新冷戦構造が徐々に形成されていくという話を何度かしています。その中においても欧米中心のグループ、それとも中国側のグループ、それ以外のいわば中立的なグループに3つに少しずつ分かれていくわけですが、インドがどのような選択をしてどのグループに属していくのかというのは、この新冷戦構造における非常に大きな意味を持つと私は考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。